ちゃんと自分が何かを得たい、学びたいと思うんであれば、メモをしましょうと。メモしないということは、学ぶつもりがない、何も得るつもりがないっていうことですよと。もしもしょ、本日もよろしくお願いいたします。今回なんですけれども、圧倒的成果が出るメモの取り方ということで、よく新卒の方だったり、その若手の社会人の方とかで、先輩上司からメモを取れとよく言われると思うんですけども、正直そのメモを取ることの大切さだったりとか、なかなか成果に直結するイメージがあまりないということで、面倒くさいとかっていう理由であまりメモを取られない方も多いのかなとは思うんですが、モンジ社長が考えるメモを取る重要性だったりとか、あと実際にモンジ社長がどのようにしてメモを取られているのかということをちょっとお聞きできればと思います。メモは結構取りますね。やっぱ取る目的があって取るので、僕の場合今考えてたんですけど、基本2つかなと思いますよね。1つはちゃんと学びです。何かをその話からとか内容から得たいからメモりますし、ほとんどこれですよね。だからある意味学ぶつもりがないときはメモです。だから会社でも言うのはメモを取りましょうって言うんですよ。なんでかって。ある意味じゃあ学校で授業を受けたときに教科書開いてます、ノート開いてます。ノートに書いたりするじゃないですか。メモを取る行為は1つはああいう行為だと思ってもらった時に、勉強する気がないんだったらノートも出さない、教科書も出さないっていう行為と一緒だから、ちゃんと自分が何かを得たい、学びたいと思うんであればメモをしましょうと。メモしないってことは学ぶつもりがない、何も得るつもりがないっていうことですよと。そんな人いらないんでと。次はね、シンプルに業務とかでやっぱ忘れないためですね。結構この辺重要視していますけど、人ってやっぱ忘れる生き物だから、人間が一人同時に多分本当に重要なことって3つぐらいしか覚えられないと思うんですよ。僕からすると3つも覚えられないんですよ。そもそも逆にどうでもいいことこそメモを取ったりしますよね。考える脳のメモリーをパソコンと考えると頭を、ハードディスクとメモリーがあると。ハードディスクとは記憶、メモリーってのは処理能力。それに限界がありますよねと。メモリーがもし3つしか考えられないとしたら、その大事な自分のメモリーの3つのうち1つを今日仮にトイレットペーパー買わなきゃに使いますかと。だとしたらメモを取ってハードディスクの方に移しといて、僕なんかですね、カレンダーにポンと打ってもう忘れるんです。で、帰り際にカレンダーでトイレットペーパー買わなきゃって思い出せばいいんで、仕事ってそういうことがいっぱいあるわけですよね。本当に自分が重要でメモリーこの処理能力を使って考えなければならないことって限られてるし、優先順位があるので、プライオリティが低いことを忘れるためにメモるっていうことが大事ですよね。人間はもう忘れるっていうのが前提だから、保存領域を明かすために優先順位が低いものを、メモを取ったりとかっていうことですね。例えばですけど、今日朝ですよ、家出るときに奥さんに、あなた今日帰りに牛乳買ってきてと言われたとしましょう。メモらなかったらどうなるか。今日朝一日始まって出勤の時から、今日帰り牛乳、今日帰り牛乳。これが大したことじゃないからメモるほどでもないって逆にみんな思うわけですよ。メモりませんよね。牛乳、牛乳、牛乳ってやってるわけです。満員電車にぎゅうぎゅうにされて、朝着きました。そしたら上司から、この仕事今日急ぎでやってくれ。3時までに仕上げてくれ。わかりました。優先タスク来ますね。で、やっていたら、昨日の仕事でなんか終わってないのあるぞと。同僚から相談来たぞ。もう一個入りますね。お昼ご飯何食べようかな。はい、来ますね。みたいな感じでどんどん来るじゃないですか。多分ですけど、頑張ったとしても、朝上司から今日これやってくれって言われた時点でもう牛乳忘れてるんですよ。忘れてますね。はい。帰り、当然忘れて帰ります。家に着く瞬間ぐらいにもしかしたら思い出すかもしれない。思い出さなかったら、本当は牛乳買ってきてって言ったじゃん。揉めるわけですよ。その牛乳のために頭のこのメモリを1個使うってアホしかないじゃないですか。忘れてもいいことをちゃんとメモして忘れるんですよ。メモリを開けなきゃいけないから。あとメモってものすごく大事ですね。これはどっちかというと仕事ができるできないに影響するかもしれないですけどね。で、本質的に戻ると学びのためって言ったんですけど、何事にもやっぱり目的とか目標があるので、メモを取るっていうことはなぜかっていうので、もう学びしか僕はないんですよね。やっぱ学びたいから書いてるわけで、じゃあ聞いた内容を全部書くのかって言ったらそうじゃないですね。考えるために書くわけですから、メモを取るっていうことは一つは、例えば喋ってるスピードバーっとこうやって喋ってる時に全部こうやってメモれないじゃないですか。僕は全部メモることもいらないと思ってるんですよ。じゃなくて、バーッとこう喋っていることとかをメモるときに、自分の頭の中でまず一個要約するんですよ。自分にとって重要な必要なことだからと思って書いてるから、それをやっぱ考えるためとか深掘りするために書いてます。なので僕はメモを取り終わって重要だなと思うことには、もう一回ノートを振り返るですね。例えば昨日公園に聞きに行きました。メモバーって3ページ書きました。それを全部振り返ります。書いたけど、すごい重要なことは星印と書いてある。重要なこと丸書いたりとか、やっぱこれ書いたけどいらなかったな、ピュッて斜線引いたりとか、こうやって一回振り返るわけです。さらに僕はですけど、本当に重要なことだったら、その先に繋げなきゃいけないので、もう一回いつでも見れるようにパソコンとかにスマホとかに打ち替えたりするんですね。もちろん最初から書くんじゃなくて、スマホでメモる時もあります。ですけど、バーって書くと整理できてないんで、そういうの嫌だから整理もう一回するのに書き直すんですよ。
割ともうここまでのプロセスを踏んでると割と考えているし、深掘りできてるし、じゃあ何をしようかなっていうのもある程度出てるんで、それがやっぱり自分にとってメモを取って学ぶっていうことのプロセスですね。やっぱり書いていて気づくことも結構ありますし、で書きながら考えながら書いてると、例えば何かっていうワードがあってこう書きました。ずっと自分がこれとリンクして今ある課題とかやりたいこととか気づきがわーって出てきて、これこうしたらいいんじゃないかなまでやっぱつながっていったりするので、ものすごくやっぱりメモは大事ですよね。お話聞いてて、そのメモを取って、しかもその要約したものを書くっていうことは、ある程度ちゃんと相手の話を自分の頭の中で理解して、咀嚼してメモを取らないと書けないと思うので、またメモを振り返りながらパソコンにまた移すときに、またそこでもこういろいろ思考が働くので、メモを取るっていう行為が自分の頭の中に鮮明に相手の話であったりとか、ものを移すときに必要な行動なんだろうなっていうのは聞いてて思いました。今ね、チャット GPT とか、本当にいろんなものが出てきて、メモる必要ないでしょっていう人も多分いるかもしれないんですけど、なんかやっぱりもちろん情報を探しに行けば見つかるでしょうと。ですけど、自分でやっぱりちょっと行動を多少でもしないと、本当の意味で、ただの情報から知識にならないんじゃないかなと思って、その先に結構行動があるわけですけど、やっぱメモするっていうのは本当に大事だと思いますけどね。今、モン社長の話だと、その短期記憶用のメモと長期記憶用の後の思考につながるメモと2つの種類があるなって思って、今日の牛乳のことを忘れないために脳の容量を使うのはもったいないから、そこを忘れてもいいようにメモを取るって結構短期記憶的な部分のメモの使い方と、私のいろんな思考につながるように今のその感じたこととか思ったことのメモに残しておくっていうのが多分長期記憶につながって結構そういうのをうまく使い分けられてるのかなとすごく勉強になりました。一つは学び、二つは忘れないため、二つ目の学びは自分にとってプラスを生むためじゃないですか。二つ目の忘れないためは、今自分のマイナスを消すためですよ、みたいに捉えてもらえれば分かりやすいのかなとは思いますけど。結構あれですか、モンジ社長は若い時からそういうメモを取る習慣っていうのはあったんですか？いや、ないですよ、別に。引っ越しという仕事をしていて、お客様とやっぱ言った言わないとかって結構起こるんですよね。あと、会社小さい時にいろんなタスクが入ってくる中で、例えばお客様と電話で喋ったことをちゃんと書いとかないと忘れますよ、絶対。こんなの何件も何件も来るんで、書かない理由がむしろなかったんですよ。書いたって言った言わないとか起こるし、でも書かないともっと起こるし、必然的に仕事で必要だったんで、覚えてたんですけど、だって昔ね、電話転送しながらこうやって受けながら運転して、今捕まっちゃいますよね。昔は OK だったんです。喋りながらでやって、さらに終わったら現場してやったんで、パソコンもありましたけど、それこそ外でパソコンを打つのってやっぱ大変だったんです、その時は。でもノートバンと用意して、とにかく全部書いて、帰ってから全部見直すのも嫌だから、ね、電話が鳴ってない時とか移動中とかに必要ないことを消してとかって、もうずっとやってたんで、作成にはなってるかもしれないですね。マルチタスクだったがゆえにメモをちゃんと取らないと、後で思い出せなくなっちゃう。すごく勉強になりました。モン社長、ありがとうございました。改めてにはなるんですが、圧倒的成果の出るメモの取り方、まとめていただければと思います。やっぱりなぜメモを取るかということを明確にして、メモを取った後、どのように使うのかも考えながら書く。そしてさらに見直し、整理ということをしていくことが僕にとっては素晴らしいメモかなと思います。本日も最後まで見ていただきありがとうございます。このチャンネルでは現場の様子、研修、イベント、またビジネスに役立つ知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録いただければと思います。そしてこの動画にもぜひいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。